ますよ、ずんだもん。はい。次はずんこなのだ。本気で来てください。わかったのだ。それなのだ。どこかに飛んでっちゃったのだ。もう、どこに飛ばしてるんですか？もしかして何か壊したんじゃ。探しに行きましょう。ありましたか？こっちにはないみたい。こんなところにあったのだ。どうしたの？あ、モブオさん、こんなところで何してるの？3日の散歩をしていたら、突然空からボールのようなものが降ってきまして。どうしてこんなところを散歩してたんですか？しかも革靴なんか履いて。山道を革靴で歩くととても歩きにくく、転倒や捻挫など、怪我をする恐れがあり大変危険です。そうですよね。だからですね。ところで高橋さんのお顔とおぼしきものは？生首バレーボールです。今学校で流行ってるんですよ。ハッシュタグ生首バレーボール100回チャレンジってやって、TikTok に動画を投稿するとバズるんだって。もちろんこれは作り物だから安心して。うちが作った。ほう。先日取引先の方が最近の小学生は何を考えているかわからないと嘆いておりましたが、今やっとその気持ちが分かった気がいたします。ところで茜様、あれをお願いしてもよろしいでしょうか？いいよ。お座り。はい。伏せ。はい。紙袋。はい。どうして紙袋を？知らない。目隠しプレイをご存知ありませんか？知らない。おかげさまで気配で全てを察することができるようになりました。すごいですね。ところでこの箱は何ですか？私にもわかりません。そのボールがこの箱に当たって跳ね返り私の顔面にクリーンヒットしましたので。さっきの音、もしかすると中のものが壊れてるかもしれませんね。やっちゃったね。野田。あなたたち、こんなところで、一体何をされているんですか？あなたは、占い師さんなのだ。占い師さん？ちょっと前に占いをしてもらったのだ。何を占ってもらったの？確か金運とかだった気がするのだ。そうなんだ。でもどう見てもガキですよ。ずん姉様言葉が強いです。私は確かに占い師もしていますが、実は神様でもあるのです。あとガキではありませんね。神様ですか？はい。神は神でも、私は疫病神ですけどね。疫病神って何なのだ？病気を流行らせたり良くないことを起こす神様だよ。怖い神様ってことなのだ。そうですよ。私は怖い神様です。疫病神様はどうしてこんなところにいるのですか？私はこの近くにある神社の神様なので、昔からここに住んでいるだけですよ。そうだったの？ですか。本来疫病神というのはやってくるものであり、一般にとどまり祀られるようなものではないと記憶しておりますが。よくご存知ですね。本当は私もこの地から離れることはできます。ですが、約束をしてしまったので。約束？はい。大切な約束なのです。はて、それにしてもあそこは疫病神を祀るような珍しい神社だったでしょうか。神様はずんだ餅はお好きですか？食べたことはないですね。どうやらこのガキは偽物の神です。すりつぶしましょう。この人はアグレッシブが過ぎますね。ずん姉様はずんだ餅を信仰する一神教なので、ずんだ餅以外は全て受け付けないんです。まるで昔の私を見ているようですね。私たちはその箱が何だろうってお話をしてたの。ああ、その祠のことですか？祠？はい。この箱の中にはとある祠が入っているのです。見ての通りもう随分と古いものですが、ちなみにこれは私が管理しています。どうして箱の中に祠が入ってるの？大切なものは箱の中にしまいますよね。それに子供がいたずらして壊したりしたら大変ですからね。実は私たちのボールがその箱に当たっちゃって。ボール？はい。これがそのボールなのですが。どう見ても生首なんですね。生首バレーといって児童の間で流行っているらしいですよ。世も末ですね。私もそれには同意です。顔を蹴るなんて、本当に羨ましくてたまりませんよね。何を言っているんですか？それでボールが当たったら大きな音がしたんです。なのでもしかすると中の祠が。あなたたち、この祠を壊してしまったということですか？ごめんなさい。まだ中は確認してないから何とも言えないんだけど、壊れていたら弁償するから。弁償なんてする必要はありません。そんなことより一体誰がそのボールをぶつけたんですか？僕が投げたボールがその箱にぶつかっちゃったみたいなのだ。ごめんなさいなのだ。ああ、そうですか。それは哀れですね。かわいそうですね。まだこんなに幼い子供なのに。どういうことなのだ？どういうことも何も。あなた、これから死ぬんですよ。どういうことなのだ？僕はまだ死にたくないのだ。祠を壊したならしようがありませんね。祠を壊したたたり、ということですか？何を言っているんですか？そんな非現実的なことがあるわけが。ご愁傷様です。その祠って何の？
祠なの？どうしてそんなたたりがあるの？この祠は疫病と人間の悪意によって滅びた村の人々の魂を祀るために、バール高名な和尚の手によって建てられました。この祠には、無念のうちに亡くなっていった人々の強い怨念が封じ込まれているのです。そんな大変な祠だったんだ。それじゃあ、ずんだもんはその怨念で。野田。私が壊したことにしてください。野田。すんげー様。違うのだ。その祠は僕が投げたボールのせいで。強い人が弱い人を助けるものです。任せてください。きっと何とかしてみせますよ。ずんこ。祠を壊した人はどうなるの？内臓が全部溶けて穴という穴から溶けた内臓が吹き出して死にます。祠が壊れたのは全部ずんだもんのせいです。野田。すんげー様。大丈夫です。最悪いたこ姉様が何とかしてくれます。じゃあ別にかばってあげてもいいじゃないですか。万が一があるので。ではここは私が。もぼうさん。もとより私があのようなところに行ったのも悪かったのです。ずんだのんさんは何も気にしなくてもよろしいのですよ。もぶおさん。壊したのはずんだもんさんなのでかばったところで意味はありません。それに嘘はよくありませんね。そんな。ではせめて半分だけでも。ダメですね。なんとかならないでしょうか。ほんの少しだけでも。そのたたりがどれほどの痛みなのかまずは私の体で少し確認してみる必要があると思うのです。少し確認した時点で終わりですね。嫌なのだ。僕はまだ死にたくないのだ。だけどまだ壊れたって決まったわけじゃないよね。確かに、その箱を開けないと壊れているかどうかは、まだわかりませんね。よく気がつきましたね。そうです。この箱を開けるまでは祠の状態は決してわかりません。つまり、たたりが起こるかどうかは不確定なのです。たたりが起こるかは不確定。はい。なのでこの祠のことは、祠を建てた和尚様の名前にちなんで、シュレディンガーの祠と呼んでいます。和尚さんめちゃくちゃ外人さんじゃないですか？ Oh my Hodake. つまり現在祠が壊れている状態と壊れていない状態。その2つが同時に存在しているわけですね。壊れてる状態と壊れてない状態が同時に？じゃあたたりはどうなるのだ？このシュレディンガーの祠は壊れている状態を観測しない限りは、たたりという事象は発生しないのですね。それでは箱を開けなければ良いのではないでしょうか。壊れたかもしれない祠を放置するなんて罰当たりですよ。まあそれもそうですね。もっとひどいたたりが起こるかもしれません。もっとひどいたたり。もっとひどい。私が祠を放置したということできませんね。安心してください。骨は拾って細かく砕き枝豆畑に巻きます。あなたの命は食卓に並び新たな命を育むんですよ。育みたくないのだ。なんとかなりませんか？たたりを回避する方法はないんですか？そうですね。壊れた祠を直せば怒りは収まり、たたりもきっと起こらないでしょう。それなら。しかし直すにはこの箱を開けなければなりません。そして箱を開けて壊れていれば、たたりが確定してしまいます。それってつまり？罪ですね。そんな。本当になんとかならないのかな？ずんだ虫さんにたたりが起きないくらい速いスピードで祠を直すとか。そんなの無理ですよ。時間でも止めない限り。それならこんなのはどうですか？ずんねえ様、これはシュレディンガーのずんだもんです。どう見ても棺桶なんですが、それは誰もがいつか入る箱です。それなら別に今でもいいじゃないですか。いつか入るとしても絶対に今ではないですよね。これもうたたりにあった後みたいになっていますよね。しかもご丁寧に家まで用意して。これずんだもんじゃなくてずんだ餅の家じゃないですか。美味しい人を亡くしました。そもそも人ですらないんですけど。でもシュレディンガーのずんだもんって、この箱の中に入っている限りは、ずんだもんがたたりによる被害を受けているかどうか不確定の状態にできます。そして箱の中に入っている間にこの祠を開けて修復してしまえばずんだもんはきっと助かるはずです。なるほど。ですか。祠が壊れているのを観測した時点でたたりは確定するのですよね。たとえずんだのんさんが箱に入っていても我々が観測してしまうので、結局意味がないのでは。確かに。もしダメでもこの箱の中に一生入っていれば生死不明なので生きているとも言えます。一生出れない時点でほぼ死んでいるのと同じなのですが、という棺桶の時点でほぼ死亡確定なのですが。キリタン知らないんですか？死亡届や失踪届が提出されない限り人は法的に死んだことにならないんですよ。法的に生きてる人間がいろいろなことすっ飛ばして仮想一歩手前なのですが。そもそもずんだもんは妖精なので法は適用されません。じゃあやっぱり棺桶に入った時点でほぼ死んでるじゃないですか。じゃあ新しい祠を作ればいいよ。何言ってるのお姉ちゃん。新しい祠なんて作っても壊れた祠を直さないとどうしようもないじゃない。しかし、それであれば壊れた祠を観測せずに済みますね。ですが問題は古い祠に封じられている怨念を新しい祠にどう移すかですね。なんとかならない？そうですね。新しい祠を作っていただけるのであれば、なんとかできないこともないのですが。本当ですか？それじゃあ早速祠を作りましょうよ。葵さん。ですが、ですが、私は疫病神です。それ相応の捧げ物と言いますか。
そういったものをいただけないと力は出せませんね。捧げ物？例えばそうですね。そこのキリタイさんですか？その子の腕や足、もしくは眼球とかですかね。それは、シャトレーゼのスーパーチョコミントアイスケーキとかじゃダメ？何を言っているのですか。そのようなお菓子でご納得していただけるはずが。モブオさんは黙ってて。かしこまりました。シャトレーゼならスイートポテトパイがいいですね。おや、あと蜂蜜をたっぷり入れたホットミルクを1杯。決まりだね。地獄の沙汰の菓子次第といったところでしょうか。うち買ってくるね。シャトレーゼのスイートポテトパイください。ここコンビニなんだけど。じゃあ買ってきてください。そっちは押さえててください。かしこまりました。ガンサハムニだ。大丈夫ですか？何してるの？さっきからトンカチで叩こうとするたびに頭を入れてきて、真面目にやってね。ふふふ、賑やかですね。こんなに賑やかなのは、あの頃以来でしょうか。綺麗な社だけど今は何もいないみたいだな。しばらくはここに住ませてもらおう。少し、疲れたな。おめえ何してんだ。ここはオラたちの遊び場だぞ。誰だお前は。オラは切って言ってもんな。やろうってんなら女でも容赦しねえぞ。へ、そんじゃおめえ神様なんか。道理で変な格好してると思った。この服装は私の国では普通なんだ。まあ、お前みたいな薄着で寒さ知らずの無学なガキにはわからないだろうけどな。おめえ口悪いな。気に入った。オラたちの仲間に入れてやる。仲間？おいよ。おめえはもうオラたちの。やーちゃん？やーちゃん？疫病神だからやーちゃんだよ。ダメだった？いえ、お好きにどうぞ。ぼーっとしてたけどどうかしたの？少し昔のことを思い出していただけです。お気になさらず。そうなんだ。ところで祠のデザインなんだけど、祠はどんな形でも良いのです。一番大切なのは皆さんの気持ちがこもっているかどうかなのです。そっか。良い時代になったものです。みんな、祠の屋根にチョコミントアイスとエビフライとずんだ餅トッピングして全体は三角の木馬の形にしてもいい？ちょっと待ってもらえますか？できました。思ったより普通の祠ができたね。そうだね。お供え物のずんだ餅もたくさん用意しましたよ。あとは古い祠の怨念を新しい祠に移すだけですね。先に言っておきますが、必ず成功するとは限りません。それだけ覚悟しておいてください。わかった。新しい祠をもう少し右へ。では私が。きっとこのずんだ餅を食べれば成功率も上がります。たくさんあるのでお一つ。祠が、ない？どういうことですか？わからないくらい粉々になったとか？そんなわけ。やーちゃん、どういうこと？祠なんて、とっくの昔になくなっています。もともと祠は確かにありました。ですが、随分と昔に取り壊されたのです。それじゃあたたりは、ありましたが、祠が取り壊される頃にはほとんど浄化することができました。祠が取り壊される頃にはたたりの力は、タンスの角に足の小指をぶつけて粉砕骨折するくらいになっていましたね。まあまあ残ってはいたんですね。どうして、そんな嘘をついたの？疫病神は気まぐれなのです。私はあなたたちのことを騙して、楽しんでいただけです。なんだ、そうだったんですか。心配して損しましたね。ですか。何も起こらなくてよかったですね。嘘だよ。やーちゃん、箱が壊れた時すごく寂しそうな顔してたもん。それに最初に言ってたよね。大切だから箱に入れてるんだって。ねえ、よかったら何があったのか私に聞かせてくれない？こうやって出会ったのも何かの縁だと思うから。昔、あなた方が生まれるずっと昔、あの神社は子供の遊び場でした。これやるよ。なんだこれ。イチジクだ。そこの山で取ってきた。俺は家畜の肉や乳が好きなんだが。いいから食ってみろって。甘くてうまいぞ。こんなものがうまいわけが。
どうだ、うまいか。原章。まあ、悪くはないな。じゃあオラは畑の手伝いがあるから、そうか。また明日来るだ。やかましいからもう来なくていいぞクソガキ。土割りって。掃除でもするか。神様今日も来たぞ。まあいい。お前、あれは持ってきたか？あれってなんだ？その、昨日の甘いあれだよ。ああ悪い。今日は持ってきてないんだ。そんなことよりオラの名前はお前じゃなくて吉平だ。吉平って呼んでみろ。スカチーが。どういう意味だ？家畜。おめえほんとに口悪いな。神様、今日は虫を取りに行こう。気持ち悪いから嫌だ。神様、今日は竹馬をしよう。やりたくない。神様、今日はかくれんぼをしよう。一人でやれ。神様、今日は何して遊ぼうか。自分で考えろ。神様、今日は友達を連れてきたぞ。あけび取ってきました。甘くて美味しいです。言葉遣いはもっと神様らしく丁寧にした方が威厳が出るんじゃないかな。私は神様なのですだぜ。あがめ祭りなさいですわ。こうか？ちょっと違うかも。お面をつけたら神様っぽくなるんじゃないか。りょうくんにやってるぜ。そうだね。でもそのお面じゃない方がいいかも。ずふ。笑っちゃダメだよ。モーチェット、ザビーチエティフマリエンキフブリュードカブドスメルチースコールミチーフスベニャム。なんて言ったの？蝶々。本当はなんて言ったんですか？このガキども、出して豚の餌にしてやろうかです。蝶々のちょの字もないのですがそれは。あの頃はちょっと荒れていたので。じゃあ、そのお面はその子たちに？いえ、これは私が作りました。なんで狐なの？以前私がいた場所には狐が多かったもので。そうなんだ。不思議なことに子供は日に日に増えていきました。きっとこんな日々がずっと続いていくのだろう。そんなことを漠然と考えていました。ですが、今日は誰も来ないんですね。久しぶりに静かになりました。今日は羽を伸ばさせていただくとしましょう。確かまだ桑の実が残っていましたね。今日も来ないんですか？この辺りの方々じゃないですね。お気の毒にのう。あそこの村も少し前までは随分と賑わっておったものじゃが。なんかあったのかい？おや、あんた知らんのかい？いや、昨日ふらりとここにたどり着いたばかりでね。あの村でひどい流行り病が出てのう。体に赤い斑点が広がるという、あれじゃ。稲目笠か。そうじゃそうじゃ。さらに盗賊まで押し入り、井戸に毒を盛るという騒ぎを。そのせいで、女子供も皆命を落としたと聞くわい。まったく、災いは重なるもんじゃ。ひょっとするとあの村に疫病神でも流れ着いたのかもしれんのう。あんたも早いところこの土地から離れた方がええぞ。そうさせてもらうよ。疫病神ですか。村人たちは流行り病に侵され、偶然この村を通りかかった盗賊に毒を盛られ、一人残らず亡くなってしまったのです。そんなことがあったんだ。どうして、祠の墓を残しておいたんですか？私は祠が取り壊されるところを見ていません。祠が取り壊されたと聞いてからしばらくして見に行くと、あの木箱が落ちていました。だから私は、その箱の中に祠が入っているのだと思い込むことにしたのです。その祠は、あなたと村人たちとの日々を唯一証明できるものだった。そして、箱の中さえ見なければそこに祠があるかどうかは不確定です。だからあなたは、その箱を残しておいた。私は怖かったのです。たとえ彼らの肉体は無に帰り魂は地に落ちていたとしても、あの祠は私にとって村の人たちとの絆のようなものでしたから。ですが、箱が壊れてしまえばあっけないものです。祠なんて
とっくの昔に。では、シュレディンガーという名前の和尚がいたというのも、シュレディンガーは本当なんですね。事実は小説よりもきなりですね。 Yes, my Hodake. 長々と失礼いたしました。祠はないのでもうたたりは起きません。私はただの嘘つきの疫病神です。この祠は大切にしますね。それでは皆様、どうかお気をつけて。また遊びに来てもいい？みんなで祠作るの楽しかったもんね。そうですね。図工の時間みたいで楽しかったです。私も童心に帰ることができました。私もずんだ餅をたくさん作れたので楽しかったです。皆さん、うちは別に普通。お姉ちゃん後でエビフライ買おうね。すごく楽しかった。ですが、私はあなたたちに嘘を。これあげるね。これは私が大好きなキャンディーだよ。お友達になった人にあげることにしてるの。お友達ですか。キャンディーって舐めている間はずっと甘くて美味しくて一生なくならないんじゃないかなっていつも思うの。だけど最後はどんな形をしていたかもわからないくらい小さくなっちゃって結局いつも噛み砕いちゃう。ああ、もっとゆっくり舐めてればよかったなっていつも思うんだ。きっと思い出もキャンディーと同じで最後には形もわからなくなっちゃうものなんだと思うの。いつかなくなってしまうというのなら一体どうすればいいというのでしょうか。そんなの簡単だよ。なくなったらまた新しいキャンディーを食べればいいんだよ。また新しいキャンディーを。だからね、やーちゃん、これから私たちと一緒に新しいキャンディーを食べよう。ありがとうございます。今何か言った？いえ。ふふ。私はキャンディーはあまり好みではありませんが、そこまで言うのなら仕方がありませんね。やーちゃん。あ、つん姉様、いとこ姉様から帰るようにって連絡が来てますよ。私たちもそろそろ帰ろうか。そうだね。私も妻からあと30分で帰らないと火のついたろうそくをお尻の穴に刺すと連絡が来ているので、あと30分ほど散歩をしてから帰ろうかと思います。まっすぐ帰った方がいいよ。かしこまりました。あ、そうだ。次も何かお菓子持ってこようと思うんだけど、何か食べたいものはある？またスイートポテトでいい。次は、何か甘い果物をお願いしてもいいですか？甘い果物？はい。わかった。じゃあまた今度ね。また近々遊びに来ます。お待ちしております。いつまでも。神様、何ですか？おととい、オラの子供が生まれたんだ。それはおめでとうございます。もしかして、お相手は以前連れてこられたあの女の子ですか？相手はあの時のオラの友達だ。あれから仲良くなってな。あなたも隅に置けない男ですね。この間まであんなに小さかったのに、立派になって。まあ、そういうことだ。その子がもうちっと大きくなったらまた菓子持たせてくるから、楽しみにしててくれよな。はい、楽しみに待っています。きっぺいさん？オラの子供の代も、孫の孫の代も、その先ずっと未来までも、どうかいつまでもこの土地を見守っていてください。いいですよ。もしそこにいるならそのあけび食べてくれ。そんじゃ、また来るだ。野良仕事頑張って。私はいつまでもここにいます。お友達との大切な約束ですから。
私すごく恥ずかしいこと言った気がする。素直に一緒に思い出作ろうって言えばよかったのに。でも、あの時はなんかそういう空気だったから、うちとも一緒に新しいキャンディー食べようね。もう、やめてよお姉ちゃん。ふふ。あれ？でも何か忘れてる気がする。なんだっけ？ところでいつ箱から出そっか。箱から出すって何よ？ずんだ虫さん。あ。僕は生きてるのだ。それとも、死んでるのだ。生きてるよ。